突然です。賞金です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が思っちゃったこと、見ちゃったこと、聞いちゃったこと、食べちゃったものなんかのお話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。昨日はですね、朝から、お花見をしておりまして、水道橋博士さんが誘ってくれて、井上咲楽さんと桜を見る会というのをやっておりまして、井上咲楽さんと水道橋博士と、あとは散歩の仲間の利根川さんってね、プロレスの T シャツとか、博士の店でも、T シャツを作ってくれてた方と、そのお友達と、それからマッハスピード剛速球のガンタ、元博士ドライバーですねと、お花見をしておりました。非常にもう満開でね、楽しかったですね。本当に楽しかったですね。天気も良くて、良かったです。そんなことを博士の日記でね、もう多分書かれてると思いますんで、詳しくはそちらを見ていただければなと思いまして、今日話したいのはあれですね。見ました？これですよ。やっぱりね、原センラジオと言ったらこれですよ。見ましたね。見てないでしょ、どうせ。見なくちゃダメだよ。高野菜ね。感謝祭の高野菜。感謝祭の方は僕ね、録画し忘れちゃって、夜はね、陣内くんの撮影をしてたんで見れなかったんですけど、高野祭は録画をしてたんで、録画をしてたというか、帰ってきてね、すぐ寝ちゃったんで、録画を明け方見てたんですが、いや、面白いですね。もうたまんないですよ。で、ちょっとね、最近のご時世柄気になった点で、一つね、それをこう検索してこう批判的なというか意見があるのかなと思って検索したら、批判的なのは出てたのかな、出てましたね。やっぱりこうチャンピオンが決まったってレをかけてくる水着のお姉ちゃんね、このご時世的にはそういうのはどうなんだみたいな意見、どうせ出てんだろうなと思ったらやっぱり出てましたけども、僕はあれはね、全然あれはというかね、ご時世的にどうなんだろうなって言われるとは思うけども、ご褒美ね、男性陣からしたらご褒美、目の保養といえばそうなんでしょうが、そういうことがいけないっていうご時世ではあるとは思うんですけども、なんていうんですかね、番組花を添えるとかそういうことももう言っちゃいけないみたいな、なんていうんですか、風潮があるのは十分承知してますし、なんだろうなと思うんですけども、いや、そこはなんていうのかな、頑張った人の証というか、でもあるし、そういうことはダメなんですよと、ダメというかね、ダメではないと思うんですけども、言われちゃうよっていうのは見てる人が理解して言われちゃうけども、そこで萎縮しちゃうのはねっていうのは思うんですよね。だから言われちゃうだろうなって思いながら見てる。やっぱり言う人いるんだっていう意識がなくね、ないのはダメだと思うんですけども、あまり意識しすぎるのもこれまた逆に問題だなとは思うんですよね。なんていうんですか、発想を縮めるというのか、そういうね、萎縮しちゃうのもまたそれはそれで問題なので、いいんじゃないですかって思いながら僕は見ておりましたが、案の定そういうことを言う人も中にはいるっていうことを踏まえた上でね、見るようになっちゃうのはちょっとね、寂しいなとは思いながらも、
見ておりましたのと、まあそういうことを言うやつがいるだろうなっていうのを検索する反面、お姉ちゃんたちは誰なんだっていうのを検索しておりましたね。まあだってそこからね、まあレースクイーンの方だったんですけども、こう素敵な方だなってね、出城というか、どこでねこうフックアップされるかわからないので、まあそういう場が与えられている、そういうところで勝負をしている彼女らの活躍もこうやっぱりこう救い上げなくちゃというかね、こう応援したくなる要素ではあるなと思って僕は見ておりますと、あとはね、もう本当に問題のね、あれがもう本当になんて言ったらいいんだろうな意地悪というか、もうね、視聴者で全40何問中20何問正解したみたいな人がいたんですけど、あの人はすごいですよね。あとね、そういう言い方をしていいのかどうかっていうのはあるんですけど、満州いじりね、旧満州いじりとか、いじり、で、あれ、なぜああいう問題を、出すのかねって言ったら、そういう歴史的事実があったってことをそこで知るわけじゃないですか。で、満州言われて、僕は餃子の満州大好きなんで、あれなんですけども、そういう過去が、歴史があったっていうことをそこで知って、検索して、ね、そういう知識を得るっていうことが大事なんで、ああいう問題は僕は非常に好感が持てるんですけども、そこ文句言ってる人いるのかな。検索もしてないんでわかんないですけども、もう非常にその問題の出し方もチョイスが面白いですよね。で、それで何が一番すごいのかって、やっぱ有吉さんのさばき方がうまいですよね。非常にもう本当にものをよく知っているしね、その問題に対してもいろいろ多分こう有吉さんはこうなんていうんですかね、深く分かっていると思いますね。っていうのも以前、有吉で僕が博士の店ね、新高円寺にあった水道橋博士さんがやってた博士の店で店長をしてたんですけども、そこに有吉のロケで来た時に有吉さんは僕のことをもう本当に一言でね、全部見てますよっていうのが分かる言葉をね発するんですよね。この人はね、その時にこの人はもう事前にどこにロケ行くから、どういう人が待ってるからっていうのをもう全部頭の中に入れて番組に挑んでるなっていうのがね、僕のことですらすごく最低ウィキペディアを見るとかそれ以上のこともしてるんだろうなっていうのが一言で分かったんですよね。なんて言ってたかな、ちょっと覚えてないですけど、オンエアでは丸々カットされてるんですけど、っていうのが分かって、いやこの人はすごいなって思った。東野さんもねあるんですよ。この人はっていうのがね。だから接する時にいかに調べてくるかね、事前情報を入れてどんな対応ができるのかっていうのがあるので、高野菜なんかの仕切りの時もどんな問題でどういったフォローができるのかっていうのは全部入ってるんだろうなって思って、いや恐ろしくなりますよね。そこまでしてやっとスタートラインですからね。そこからどう転がして面白くするのかっていうのが周りの演者と有吉さんとの腕ですからねっていうのを見てても感心するしかないし、ね、非常に面白かったですし、ね、あとはあれですね、単純に面白いなと思ったのはフワちゃんがカメラの iPhone とスマホとね
自撮り棒でやってる姿ね、本番中でもやってる姿をパッと見たときに、桃鉄のね、ボンビーみたいで、ちょっと面白かったなっていうのはありましたね。それぐらいですかね。いや、でも、高野菜、非常に面白かったですね。問題、いろんな問題、ご時世の相撲のやり方とかね、あれはあれでね、新しい競技だなと思いながら見てましたので、またね、半年後、開催されるようにね、これ以上感染拡大ならず、もっと本当に収束してほしいなとは思っておりますが、そんなことを思って高野菜を見ておりました。まだ見てない人は、これはあれパラビとかあんのないのかな、どうなんだろう、なさそうですからね。どうですかね、 TVer とかね、見逃しちゃった人はざまあみろってことで、ぜひチャンネルそんなことでお前チャンネル登録するね、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。